皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。前回の動画からだいぶ時間が空いてしまいました。特に何か特別な理由があったわけではないのですが、ただただ毎日の生活に追われていただけです。もし心配してくれていた方がいらっしゃったらすみません。以前と変わらず今回も何気ない日曜の様子を撮影してみました。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。前日の食べかけのバナナとマンダリンと呼ばれるみかんの味を濃くしたような柑橘類の一種をいただきます。犬が勢いよくバナナにがっついてきました。マンダリンはフランスで一般的な果物の中で私にとっては1位2位を争うくらい好きな果物です。実はマンダリンも結構好きな犬。そして休日の朝といえばの冷凍クロワッサンとパンオショコラも焼いて食べました。焼きたてのパンは幸せの味がします。いつも言っている気がしますが、休みの日に時間を気にせずゆっくりコーヒーを飲む時間が大好きです。朝食の締めはバニラヨーグルト。新しく買ったパジャマの丈が長すぎるので裾を縫い付けて調整したいと思います。久しぶりすぎてたどたどしい裁縫。ミシンは持っていないので裁縫は常に手縫いです。この裁縫セット、小学生の頃に裁縫の時間に買ってもらったものをフランスまで持ってきて今も使っています。そういえばフランスでは家庭、技術、美術など普段の生活に役立つ教科はないそうです。彼曰く彼の親の世代の70から80年代くらいを最後にそういう技術的な一般教養はなくなったそう。子供の頃は勉強っていう感覚はなくて、むしろ息抜きみたいにそういう手先を動かす授業を楽しんでいた気がしますが、今考えるとそれも子供にとっては重要な教育だと感じます。撮影時はまだ1月だったので、今年も毎年恒例のガレット・デ・ロワを作りました。上司が買ってきてくれたガレット・デ・ロワがアーモンドパウダーではなくヘーゼルナッツパウダーがベースになっていて美味しかったので、今回はヘーゼルナッツパウダーで作ってみようと意気込んでいましたが、しかし私はヘーゼルナッツパウダーと買い物リストに書いたつもりだったのに、実はアーモンドペーストとヘーゼルナッツと書いていたらしく、彼がその通り買ってきました。自分のドジ加減にどっと疲れることもしばしば。彼がせっかく買ってきてくれたので、アーモンドペーストとヘーゼルナッツもガレットに入れることにしました。アーモンドパウダーがなかったのでココナッツパウダーで代用。ブラックチョコレートも粗く刻んで入れることにしました。本来は卵を全部入れてからアーモンドパウダーを入れますが、卵が分離すると焼き上がりが油っぽくなるので、今回は卵半分、ココナッツパウダー半分、その後残りの卵とココナッツパウダーを入れてその都度さっと混ぜました。もし絞り袋がない場合は丈夫なビニール袋を使っても代用できます。パイシートはどんな形のものでも大丈夫です。以前動画にしましたが、日本に帰った時実家の周りのスーパーではアーモンドパウダーが見つからなくて、ごまパウダーで代用して作った時もまた違った味わいで美味しくできました。ガレット・デ・ロワの中身のアーモンドクリームは本来バター、砂糖、卵、アーモンドパウダーをすべて同量で混ぜるというシンプルなものですが、ここにカスタードクリームを加えてさらにリッチな味わいにしたり、チョコレートや抹茶など好みのフレーバーを加えて自由にアレンジできるのも楽しみの一つです。
ガレットにはフェーブと呼ばれる陶器でできた小さな飾りを入れて焼くのが一般的です。フェーブがない場合は本物の豆や貝殻なんかでも代用できます。あとは接着面に卵を塗って空気ができるだけ入らないように気をつけながらパイ生地同士を接着していきます。パン屋さんでガレットを買うとびっくりするほど割高なので、ここ数年は1月になるとこの自家製の簡単ガレットを作るのが日課です。自分の好きなようにアレンジできて焼きたてを食べられるのが節約に加えて嬉しいポイントです。ガレットにつける模様は小さめのナイフを使ってパイ生地を貫通しないように気をつけながら描いていきます。あとはパイ生地の閉じ目のところに切り込みを入れ、模様の上にも数箇所穴を開けたらオーブンで焼くだけ。ガレットを焼いて冷ましているうちに少し運動しにジムに行きました。普段車生活で全く体を動かさないので、ジムは筋肉をつけるというより運動不足解消のために通っています。帰ってきたらガレットが冷めていたので早速カットしていただきました。断面の溶けたチョコがなんとも美味しそう。表面に全卵ではなく卵黄を塗って焼いたらとってもいい感じの黄金色に焼き上がりました。ただアーモンドパウダーなしでココナッツパウダーだけだと思った通りパサッとしていました。チョコレートももう少し多めに入れた方が美味しかったと思います。少し一休みしたら翌日のお弁当準備と同時進行で夕飯を作りました。夕飯時には彼が不在だったので、この日は私の大好物を夕飯に作りました。アジアスーパーで買ったしめじがあったので使っていきます。フランスのスーパーでよく見るキノコといえばマッシュルームが一般的です。しめじ、えのき、エリンギなんかはアジアスーパーに行かないと手に入りません。キノコ類は結構すぐ傷んでしまうのでカットして冷凍保存しておきます。大好きなネギもカットします。私は玉ねぎ、ネギ類大好きなんですが、彼はあまり得意じゃないので、特にネギを使った料理は一人の時にするようにしています。フランスのネギはこの太いポロネギが一般的です。味は日本にあるネギと大差ないように感じます。ネギも全部は使わないのでカットして冷凍保存します。彼はあまり野菜を好んで食べないので、野菜は私のチョイスで買っているんですが、常にストックしてあるのは玉ねぎ、ネギ、きのこです。皆さんのストック野菜は何ですか？冷凍庫で眠っていた謎の料理も翌日のお弁当用に解凍しました。これはフランスのレトルトご飯です。日本のものよりパサパサしています。でもご飯を炊くのが面倒な時はこれに頼っています。パスタも茹で上がりました。そう、この日の夕飯は明太子パスタです。日本に帰った時に買ったものです。明太子パスタって日本で生まれたんでしょうか？フランスでも食べたくて魚卵を買って作ったこともありますが、やっぱり同じ味にはなりませんでした。たまに無性に食べたくなる明太子パスタ。少しだけバターと醤油を加えるのが好きです。明太子パスタの素、日本に帰った時もっと大量買いしてくればよかった。なんと美味しそうなビジュアル。刻み海苔まで入っていてなんて親切なんでしょう。
彼が仕事でいない時に一人で食べるご飯は寂しくもありますが、自分の好きなものを気兼ねなく食べられるので、それはそれで好きな時間でもあります。犬はいつものお気に入りの場所で私を見守っています。デザートももちろん食べます。この日のデザートは焼きプリンのようなもの。最近はネイルをしているのでゴム手袋をはめて洗い物をしています。手荒れ防止にもちょうどいい。この時はまだ寒い時期だったのでコートを着ている犬。ちゃんと待って、えらいえらい。ご褒美をもらって嬉しそうな犬。この時は珍しく軽快に階段を上っていました。階段上で私を待つかわいい犬。ご飯ももりもり食べていました。日本で買った入浴剤を入れてたまにお湯に浸かります。私がお風呂に入る間もちゃっかりそばにいる犬。私がお風呂に浸かっている間もふと横を見るとそこにはかわいい犬。お風呂上がりの白湯の準備。白湯を飲んで足マッサージをしながらテレビを見てまったりタイム。さて明日からまた仕事頑張るぞ。犬もお休みモード。今日も一日お疲れ様。私もそろそろ寝ます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。